皆さんこんばんは。ゼルダ考察の右脳と言います。各女神像が向いている方向にはどうやら意味があるようです。ブレスオブザワイルドの薄めのネタバレを含みます。未プレイの方はお気をつけください。今回は視聴者の方からいただいたコメントを元に考察していく視聴者コメントミニ考察コーナー、略して仕込み考察です。まずこんな感じで進めていきますという例を挙げます。女神像の見据える未来。ブレスオブザワイルドの成長システムを担っている女神像という石像が各地に点在していますよね。数は大小合わせて20体あります。これについてそれぞれ決まった方向を向いているように思いますといった内容のコメントをいただきましたので、すぐに調べてきました。始まりの台地にある時の神殿跡の女神像はドイブラン遺跡の方を向いていました。そしてコログの森の女神像は果ての村の女神像、果ての村の女神像は魚鳥村の女神像の方を向いていました。そして魚鳥村の女神像はというと南老明城跡の方を向いていました。こんな感じで進めていきます。このチャンネルではブレスオブザワイルド続編や薬剤の目視録の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。先に結論をお話ししておきますと、今回の動画、これといった納得のいく結論が出ていません。視聴者の皆さんのお力も借りたいと思っています。できるだけ頑張りましたが、精密に女神の向いている方向を見ることは不可能ですので、そこだけご了承ください。といっても、ほぼ同じ方向を見てるとは思います。モニターに定規をくっつけてメモしてを繰り返し、頑張ってみました。行きましょう。リトの村の女神像。ゴロンシティの女神像に伸びていました。ゴロンシティの女神像、忘れ去られた神殿の女神像に伸びていました。忘れ去られた神殿の女神像、キマズースの祠あたりに伸びていました。これに関してはよくわかりませんでしたね。カカリコ村の女神像、賢者の神殿跡あたりに伸びていました。もっと奥なんでしょうか。詳細は不明でした。ゾーラの里の女神像、ラネール山道の祠に伸びていました。市から村の女神像、マキューザ半島入り口のハイリア遺跡に伸びていました。力の泉の女神像、アデア村跡に伸びていました。昔はこの村に女神像があったりしたんでしょうか。勇気の泉の女神像、マーサの入り江あたりに伸びていました。知恵の泉の女神像、東の海に伸びていました。これはかなり謎でしたね。ゲルドの町の女神像、砂漠の何でもなさそうなところに伸びていました。そして今お話ししてきたそれらを線で結んだ全体図がこちらです。線の長さは僕が決めてしまっていて、止めてるのは近くにある特徴的な建物などです。その線を画面いっぱいまで伸ばした状態に変えると、女神像の正面とは真逆の真後ろに伸びていって遺跡や建物にぶち当たります。それによって勇気の泉はドイブラン遺跡へ、カカリコ村は知恵の泉へ、知恵の泉は雷の大地へ、市から村はハイラル城へと到達します。だけどこれだけハイラル中にいろんなものがあれば大抵何かにぶつかりますよね。次に念のためこちらももちろん調べました。時の神殿跡の大きい女神像の周りには6体の小さめの女神像があります。行きましょう。時の神殿跡の小さい女神像1、老明島に伸びていました。時の神殿跡の小さい女神像2、勇気の泉に伸びていました。時の神殿跡の小さい女神像3、南老明城跡に伸びていました。時の神殿跡の小さい女神像4、やぶさめ受付あたりに伸びていました。時の神殿跡の小さい女神像5、ゲルドの塔あたりに伸びていました。時の神殿跡の小さい女神像6、ガオマ朝の祠あたりに伸びていました。時の神殿跡のミニ女神像だけだと全体図はこんな感じです。先ほどの赤い線の修正ごと合わせるとこうなります。こうやって見てみると思ったより何もないですね。本当にすみません。しかしコログの森から果ての村、そこから魚鳥村、そこから南老明城跡とリトの村からゴロンシティ、そこから忘れ去られた神殿、時の神殿跡からハイラル城か
ドイブラン遺跡とリレーになっているのが気になります。やはり何かしらの意味や法則があるんでしょうけど、僕が何かを見落としているんだと思っています。この全体マップの線で結んだ感じが何かに見えるんでしょうか。些細なことで構いませんので、何かに気づいた方はコメントで助けていただけると嬉しいです。引き続き調べていきますが、今回はとりあえず以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて、高評価ボタンをポチッと押していただけると、また動画作りを頑張れますので、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。